通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、先日お伝えしましたインドのとある人物による日本のアーティストの作品の盗作問題、続報になります。いやー、あれからですね、これ大変なことになっておりまして、なんとですよ、皆さんね、多くの方がこれね指摘していましたよ。このね、盗作をしていると言われているこの人物、あのデザインを自分のオリジナルだと主張し始めました。今ね、すごいことになってるんですよ。で、この人物はですね、自身のね、潔白を釈明する長い声明文というのも出しておりますので、本日はね、一体あれからどうなったのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、先日ですね、昨日、おとといですか、お伝えしました。インド政府が主催するイベントで、インドのアーティストから環境大臣に贈られた切り絵。実はですね、これは、日本のアーティストがデザインした作品だということで、このアーティストがね、被害を訴えているという話でした。で、実はですね、あれから、このね、当事者自身で話し合いをしまして、このインド人のアーティストが歩み寄る姿勢を見せたということで、今回のね、当事者となります、桐健正代さん、これ福田正代さんと言いますが、この方がね、軟化の姿勢を見せたんですね。なので、あれから、当事者の話し合いでね、この件は収束するのかなと、このようになっていたというのが前回までの話だったんですが、なんとですね、これ、急展開しました。現在すごいことになっておりまして、おそらくですね、このね、2025年12月になりますが、今年のね、ブクタの世界 G ニュースでお伝えしてきた話題の中でも、トップクラスに衝撃的な内容になると思います。本日。で、これに関してはですね、こちらもそうですし、こちらもそうですね、海外の媒体でね、いくつか報じられておりますので、ちょっとこちら見ていきたいと思います。日本のアーティスト、環境大臣に贈呈された自身の虎の作品をインドのクリエイターに盗作されたと非難。日本の切り絵作家である正代氏が2020年に制作した自身の虎の作品が無断で複製され、インドで開催された公式イベントに展示されたと述べたことを受け、芸術的盗作疑惑をめぐる争いが公に浮上した。インド側で提示された作品は、インド人アーティスト、ビカス・トマールにより、2025年10月に行われたグローバルビッグキャッツ写真コンテスト授賞式にて、フペンデル・ヤラフ環境大臣に贈呈された。X 上のインドビッグキャッツアライアンス IBCA の投稿にはコミュニティノートが追記され、次のように指摘された。ビカス・トマールが手作りしたとする虎の切り絵作品は、日本人アーティスト桐健正代から盗用された作品である。オリジナルの虎作品を無断で切り取り複製したものだ。で、こちらがね、舞台になりました国際ビッグキャットアライアンス10月の件ポストしているんですが、ここに書かれているんですね。この式典においてヤダフ博士は環境森林気候変動省の尊敬すべき大臣に対し、ビカス・トマール氏が手作りした 3D の虎の切り絵作品を贈呈した。で、ちょっとね、これヤダフという人物がややこしいんですが、これね、大臣とはまた別の人なんですね。これ同じ名前なんですよ。ヤダフ博士とヤダフ大臣というのが出てくるんで、ちょっとね、ややこしくなりますが、おそらくこの人でしょうね。ヤダフ博士。そしてこの人がヤダフ大臣。そして現在ね、大変物議を醸しております。この人物の作品を博士から大臣に手渡しましたよと。そうするとここにね、現在はコミュニティノートがついています。ビカス・トマールによる手作りの虎の切り絵作品は、日本のアーティスト、桐健正代の盗作である。この作品は元のアーティストの虎作品を許可なく切り取ってコピーしたものだ。で、冒頭でですね、この正代さん、軟化の姿勢を見せたというお話をしましたが、それがね、こちらになりまして、一歩前進したと思っております。ですので今後、ビカ氏に直接突撃したり、攻撃的なことを言うのは控えていただけたらと思います。で、その上にありますね、こちら。簡潔に言うと、私の作品を無断使用して、公式な式典で大臣に贈呈すんだ。この自身のポストに対して、こちらの乱暴な言葉遣いのポストを削除しようと思っています。すぐには難しいですが、数日以内にはということで、双方ね、話し合いをしまして、収束に向かっていたんですが、ということです。たくさんの反応をいただけていましたが、ビカ氏は全然反省などしておらず、無理やりな言い訳をしてきました。後ほどこの引用は削除いたします。でね、この投稿乱暴な言い方だったんで、削除するかもしれませんと言っていた統合、ここにですね、はい。これは削除しないことにしますということで、あれからですね、一点、この正代さん激切れしてるんですね。で、これによりですね、様々なね、ポストというのも追加されておりまして、まずこちらですね、この虎の切り絵作品なんですが、見てください。これね、プクタも全然勘違いしておりましたが、手のひらサイズなんですね、オリジナルは。これめちゃくちゃ小さくて精細な作品なんですよ。一方これですからね。だから、もうベースの技量は雲泥なのかもしれませんね、やっぱり。まるでサイズ感が違うということです。
でね、こちらにもあるんですが、これね、ブクタの動画のリンク、リポストしてくれてますね。この下にあるんですが、私がこの作品を作ったのは2024年の7月です。彼が私の作品を盗作したのは2024年12月です。間違いなく私の作品の方が先に制作されております。下の画像は彼のインスタのものです。おそらく私の作品を反転コピーして下書きに使用したのでしょう。右下に私のデザインした和柄が少し残っています。ということでね、それがこちらになりまして、これね、多くの方が指摘しているんですが、このね、マサヨさんのこの虎の作品というのは、虎単品じゃないんですね。このね、後ろにあります。この模様もセットになった作品なんですよ。で、彼がね、ここで持っている、自身がね、制作したとしているこの虎の作品、見えますここ。ここにね、線が残っちゃってるんですよ。わかりますかね？つまり、この線です。この模様の線が消えてないんですね。残ってるんですよ。不自然な、ヒゲのような物体として。じゃあね、大臣に送られた虎、見ちゃいましょうか。これですよ。はい。見えますか？ここほら。残ってるんですよ。この不自然な横の線が。こんなのないでしょ、本来であれば。この線はあっちゃいけないんですよ、本来。なんですが、ここね、消し忘れているため、本来ここにある模様の跡が残ってしまっていると。つまりもうこの時点でね、この大臣に贈呈しているこの虎の切り絵というのは、マサヨさんのデザインを盗用しているということで、もうほぼほぼ間違いないんですね。というかこれ、本当に自分で切ってるんでしょうか？こんなの自分で切ってたら途中で気づきそうなもんですが、余計な線が残ってしまってるんですね。で、これね、マサヨさんも言っているんですが、どうやらですね、彼は、これをね、一回デジタルに起こしまして、横長に変形させてるようなんですね。なので、よく見ると全体のバランスは変わっています。とはいえ、元は、このマサヨさんのデザインだと、こういうことなんですね。で、こちらね、先日の動画、ブクタね、ポストさせていただいたんですが、ここでね、皆さんいろいろリプくれまして、こちらですね、リキリキさんですかね。この方がね、こちらで教えてくれたんですが、このね、彼のインスタにあるこの作品、これなんじゃないんですかと。そうするとね、こちら彼のインスタになるんですが、ここにあるんですね、これ。ほら。昨日の夢をアート作品にしました。ここがね、ちょっとよくわからない。これね、ウォージョーンとなってるんですが、ウォーゾーンの間違いなのか、これ自体がね、何か意味を持っているのか、なんか持ってそうですけどね、ちょっとよくわかりませんでした。昨夜私はウォージョンにいたんだと。もしこれがウォーゾーンであれば戦場ということですね。それがね、こちらになりまして、これね、トニー・フェイという方の作品のようですね。ほら、見てください、これ。これなんですよ。ね。で、これを昨日自分が見た夢を作品にしたとしてインスタに掲載していると。まあおそらくこれ自体はね、自分で作ったのかもしれませんが、まんまさっきのパクリなんじゃないのということですね。でね、さらにその下です。こちら。鷲野さん。AI 使ったりしてごまかそうとしてるけど、全体的に自分の作品はなく、全部ネットから拾ったものと。じゃあちょっとこれ見てみましょうか。まずね、こちら、ゾウさんですね。はい、いました。これインスタに上げてるんですね。そしてここでね、みんなからいいねを集めていると。ちなみにこれね、2021年12月の投稿です。ちょっとこれ覚えておいてくださいね。こちら、これね、モードホワイトという方のインスタグラムアカウントですね。この方ね、こちらにあります、切り紙アーティストと、つまりは切り絵師さんですね。こちらにあるんですね、これ。ほら、ここですね。これね、2018年の投稿です。全く同じでしょ。この人ね、反転するのが癖のようで、若干アレンジしてる。もうほぼね、間違い探しのレベルです。でね、もう一つの方見てみますと、こちらね、ビカシのインスタグラムアカウント。これですよ。先ほどありましたね。この作品、それがね、こちらのアカウントに掲載されてるんですよ。これ、2020年7月7日、ビカシの投稿の2年前、こちらからね、投稿されておりまして、このアカウントはですね、こういったデザインを販売しているアカウントなんですね。ちょっとね、今見れなくなっているようですが、これね、販売してるんですよ。なので、様々なデザイン例というのを掲載しています。なので、ここからね、ビカシが勝手にパクったのか、このデザインを買ってきて練習しているのか、その辺はよくわかりませんが、つまりね、ここでは何を言いたいかというと、普通ね、著名な切り絵師のアカウントというのは、自分のデザインした自分の作品を上げてるんですよ。なんだけど、この人はね、虎もそう、タコもそう、先ほど見た作品もそうですが、これね、人のデザインなんですね。で、彼のね、非常にこっそいところはですね、それをちゃんとね、作品に紐付けてコメントに書かないんですよ。自分はね、これで練習させてもらってますよ。これを言ってるんだったらまだ可愛いんですが、それを言わないでね、ワンチャン自分のデザインって誤認してもらえたらいいな、みたいな。そんなのが垣間見えますよね。少なくとも、とても公共放送に出て、芸術を語るようなレベルのアーティストではないということです。で、皆さん、ここまでは序の口です。ここね、キリケンマサヨさん、これね、激おこなんですよ。こんな馬鹿げた話が通ると思っているなんて信じられないと。これね、何を言っているのか。こちらね、ビカシ、X アカウントを持っておりまして、これね、ほとんど更新されていないんですが、今回の騒動を受けて、この騒動の釈明をしました。でね、長い声明を出すんですね。これね、ちょっとね、本当に長いんで抜粋しておりますが、皆さん本当大丈夫ですか？ここからね、ちょっと覗いちゃいけない深淵を覗くことになります。かなり正気を保って聞くのが難しいと思うんですが、ついてきてくださいね。まずここね、私のオリジナル切り絵作品に関する知
的財産権主張についての説明。私、ヴィカス・トマールは日本のアーティスト福田正義の作品に類似していると指摘されている私のベンガルトラの綺麗作品について最近提起されている懸念を明確にしておきたい。私の作品は既存作品の複製でも模倣でもなく完全にオリジナルな創作であると断言する。ということで皆さん、あそこまで証拠が上がっているのに、どこからどう見てもトレースをしているのに、その痕跡すら残っているのにですね、なんと今回、あの虎のデザインは自分のデザインであると主張し始めました。やばすぎる。ちょっとここに来てやばすぎますね。すごいのが出てきてしまいました。2025年12月3日に提起された私の最新作品が日本のアーティスト福田正義の作品を盗用したとする疑義について述べる。特に大臣へ贈呈されたベンガルトラの作品に関するものである。私は盗作の主張を強く否定し、本作品の創造過程と独自性について説明したい。私は日本の芸術と文化を最大限に尊重している。西洋では切り紙と呼ばれる紙切り芸術の豊かな伝統は確かに私の芸術的歩みに影響を与えてきた。しかし私の作品はその影響の単なる再現ではなく、独自の表現として生み出したものであり、特定の既存作品の複製には当たらない。私の制作プロセスは独自のデジタルデザインと緻密な手作業による切り抜きを組み合わせたものであり、全工程は完全に私自身の手で実施している。問題となっている作品は私自身の視覚、構図、実行判断に基づき制作されたものであり、新しく変容的な作品であると言える。私の作品と既存の日本の綺麗作品との類似点は、共通する芸術スタイルと共通する題材を扱っているために自然に生じるものだ。私は全てのアーティストの知的財産権を尊重しており、盗作を嫌う強い倫理意識を持っている。ちょっと待ってください。もうちょっと読みましょうか。私は制作過程を証明するためにデジタルデザインデータ、設計ファイル、制作過程写真を提出する用意がある。著作権法が保護するのは特定の表現であり、一般的な作風やスタイルではない。私の作品は独立したオリジナル表現に該当する。今後、福田正義の作品と再び類似することを避けるため、問題となったベンガルトラ作品に関しては、オリジナルのデジタル設計に大幅な変更を加える意思がある。日本の綺麗文化を尊重する立場から、将来的に同様の類似紛争を避けるためだ。さらに、経緯の証として、私はすでに当該作品を自身の管理下にある公開媒体から削除しており、これインスタのことですね。とりわけ、ベンガルトラ作品に関しては、今後のデジタルアートにおいて、明確な作風変更を行う準備がある。私は他者の知的財産権を侵害する意図は一切ない。これはあくまでも前向きな措置であり、非を認めるものではない。私は現在、福田氏と穏便かつ敬意のある形で解決に向けた協議を進めている。双方の合意に基づいて、早期に理解に到達できることを願っている。ということでですね、皆さん、あれだけね、もうあれだけ人のデザインというのをトレースしておきながら、これ前回ドクター触れましたよね。つまり敬意を払っている。自分はね、トレースをしている。そんなことを言いながら、そのね、境界線っていうのを曖昧にしているんじゃないか。これを意図的にやっているんじゃないかなんてお話をしましたが、その通りだったでしょ。で、ここでね、めちゃくちゃ矛盾してるのは、あれはね、完全に自分のオリジナルなんだと言っておきながら、わかります皆さん。ここにね、線が入っちゃってるんですよ。これも含めて全部自分のオリジナルなんだと主張しておきながら、今後はね、争いを避けるために、デザイン変更してあげるよと。このようなことを言い出しているというわけなんですね。ただね、もう言ってる先からもう矛盾だらけでしょ。で、こんなのね、誰も信じるわけないじゃないですか。わかります？これだけの証拠が出ていて、この虎の作品並べて違う作品だなんていう人、まあいないでしょ。で、言ってるそばからもね、前編と後編で言ってることが違うみたいな。だって自分の完全なオリジナルだというのであれば、譲歩する必要も削除する必要もないんだから、言ってるそばから矛盾してしまう。ちょっとね、変でしょ、この人。プクタこれね、かなり言葉選んで喋ってますが、なんて言うんですか。わかるでしょ？ちょっとこういうのがわからない人なんですね。でね、それはね、こちらにも現れておりまして、先ほどね、自分は制作過程を証明することができると言ってました。証拠を提出することができると言ってましたね。それに実際上げてるんですよ。見てみましょうか。それがこれだと言いたいわけですね。つまり、同じ虎をモチーフにしていれば、最終的なデザイン、似通っちゃうのは当たり前だよね。これを証明したいんでしょう。こういう風になるわけですよ、これね。で、ここからこうやってね、線を起こして、こういう風にして自分の作品にしているんだと。そして自分はね、これちゃんと切り抜いてますよ。このように見せていると。この人ね、基本的に静止画しか見せないんで、テレビ出
出演した時も全部あれ静止画なんですね。一回ね、動画公開した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。インスタもね、自分の作品に手とかナイフを添えている写真しかないんでね。相変わらずね、こちらでも静止画を公開して、ほら自分のオリジナルでしょと言ってるわけですよ、ここでね。なんですが、ここ皆さん見えますかね？この右下です。ここにね、マークが入ってますよね。こちらの方がね、指摘しておりまして、その虎の画像は、ジェミニを使用して生成されたものです。元になったのは、福田氏の作品の虎であり、私が生成した画像と同じジェミニのマークが入っています。これは実際の写真には本来存在しない AI 特有の不要な装飾です。ということで、これなんですよ。これね、ジェミニで生成しましたよという透かしなんですね。これがここ入ってるんですよ。つまり彼はね、こういったね、ジェネラルな虎をモチーフにデザインをすれば、誰だってね、似通ったものになっちゃうんだよということを証明するために、この写真というのを持ってきたんでしょうが、この写真というのは、これ時系列逆だったんですね。マサヨさんのあの虎のデザインから生成された AI 画像だったんです。だから最終的な結果が似てしまうのは当然なんですよ。つまり彼はこの虎のデザインが自分のオリジナルであると証明することができるとは言っているんですが、その証拠自体を捏造していたと、ここでバレてしまうんですよ。わかります皆さん。つまり彼の言うことは何も信用できないということです。じゃあ最後にね、こちらマサヨさんのポストを紹介したいと思います。昨日、死の言い分を示したポストを見て感情的になってしまいましたが、その数時間前にインスタの DM にあなたが共有した膨大な犠牲と個人的な闘争を認めたいと思います。許可なくあなたのアートを使用したりすることは決して私の意図ではありませんでしたというメッセージが来ておりました。この DM だけを受け取ったなら、私はこの盗作騒ぎを収束させようと思ったことでしょう。なぜその後 X にあんなポストをしたのでしょうか。なぜ闘争を認めたのに、これは盗作ですかね。 AI を使った画像を作ったのでしょうか。なぜ既存の日本の芸術品の複製やコピーではありませんと言い切ってしまったのでしょうか。死の作品は私の切り絵を少し横長に加工しています。その違いだけで私の作品の盗用ではないと言いたいのでしょうか。誰が見てもどこを比べても私の作品の盗用なことは明らかです。複雑な物入れ煙に巻くような態度は反省しているとは思えません。はい、ということで本日はですね、日本人アーティストからの盗作問題のその後を見てまいりました。いかがだったでしょうかねえ、やばかったでしょ。ちょっと想像上回ってたでしょ。いや、だからね、以前の動画のコメント欄にもね、こういうのを放置しておくと、盗作した本人が自分の作品を盗作したって言い出すんだよ。このように指摘している方がたくさんいらっしゃったんですが、もうそうなりかねないですよね。もう一歩手前まで来てるんじゃないかと思いますが、現在はこの人物、あれだけの証拠がありながら、あれは完全な自分のオリジナルだと主張していると。ぜひ皆さんもね、この動画でも構いませんし、概要欄に行くとね、マサヨさんのサイト X のアカウントもあると思いますので、ぜひシェアしていただけたらと思います。いや、これはね、本当に許せないし、許しちゃダメだと思いますよ。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。